ブルベージュのオーラです。本日もオンラインさんアップされる商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方はブルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が12月の28日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらの方をチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがナイキの T シャツですね。コンタグの方で L 表記になっております。で50、50のボディですね。でオレンジボディにこちらマラソンの大会のプリントが施されております。86年というふうに入っておりますね。で肩の方にもプリントが入っていたりしますね。こちらの方にもナイキのスウォッシュ、あとは背中の方にもこちらラバーでプリントが入っております。で状態としてところどころこういった、シミだったりとか気持ちほつれがあったりとかもする状態ではあります。この辺とかもそうですね。汚れが多少見受けられます。ただサイズが L 表記というところで、僕も着用自体はできるぐらいのサイズ感になっております。こちらでお値段の方が7800円に消費税になります続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらの方になっております。サイズ表記は L 表記ですね。100% コットンで、60年代頃のボディですかね。でバインダーネックいいですね。白ボディに染み込みのプリントになっております。で背中の方は無地ですね。特に気になるような汚れとかダメージも見受けられないですね。サイズも L 表記というところではありますが、ちょっと年代が古いところもあって袖がちょっと短かったり、サイズ自体は僕も着用はできるぐらいのサイズ感です。こちらの方もお値段が7800円に消費税になります続いてこちらの T シャツですね。タグはこちらのナイキの90年代のタグがついております。サイズ表記の方はちょっと見受けられないですね。M サイズぐらいのサイズ感かなと思います。でジョーダンのプリントが入っておりますね。で袖の方にもプリントが入っております。で背中は無地ですね。でこちらもざっくりですが程度はいい方かなと思います。で、サイズミディアムぐらいだとお伝えしたんですけれども、僕だとちょっと小さく感じるぐらいのサイズ感ですかね。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方がいいタグついてますね。ヘインズの ビーフィーの L 表記になっております。100% コットンですね。白ボディにこちらハエのプリントで下にバグオフ、なんかシャレが効いてるっていう感じですかね。で程度としてめちゃめちゃいい状態です。ほんと数回現れたぐらいの程度だと思います。でサイズも L っていうところで、僕もちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらの、スクリーンスターのタグになっていて、サイズ表記 XL ですね。50、50のボディで黒ボディです。でこちら、ちょっとファックをもじってるっていうようなプリントになっております。で程度としてですね、ちょっとこちらの方に少し穴が開いてたりとか、あと脇の方ですね、こちらの方にもちょっとほつれがあってっていう状態にはなります。またこのプリントの感じと相まってなんか雰囲気すごくいいかなと思います。50、50っていうところもあって生地が少し薄くなりかけてる感じ、その辺もすごくいいですね。で XL もあるので、僕もゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方がフルーツの2枚タグです。サイズ表記は XL ですね。で黒ボディの、こちら、バンティーですねになります。で背中にもこういう風に入っていて、スラッシュコアのバンド T ですね。そこまでメジャーな感じではないかもしれませんが、すごくプリントの感じがいいなと思います。で、サンフランシスコのバンドにはなるんですが、本当なんかカルチャーが詰まってそうな感じですね。袖も裾もともにダブルのものになっております。サイズも XL というところで、僕もかなり大きめに着れるサイズ感です。こちらお値段の方が12800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがちょっと縮んでるんですが、こちらですね、スクリーンスターのミディアム表記になっていて50、50のボディです。黒ボディにこちらファッションビクティブの、MC パロになっております。でこちらの方にもファッションビクティブの方が入っております。コピーライトも入っておりますね。程度として、生地が薄くなっていたり、こういった感じで少しペンキの跡ですねあったりはするんですが、すごく雰囲気いいかなと思います。でサイズ表記はミディアムというところで、僕はちょっと着用自体少し難しいサイズ感ではありますが、着れる方すごくおすすめです。こちらお値段が12800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。
タグの方はこちらオールスポーツのタグでサイズ表記 L 表記です。100% コットンの方で白ボディのトライデントの、プリントが施されております。で背中の方には、協賛ですかね MTB のプリントも入っております。状態としてこういったシミ汚れが多少残ってるというところですね。あとはこの裾付近にもこういった感じで残ってたりはします。サイズ表記 L 表記というところでも僕も、オールスポーツ好きな方も多いと思います。僕もちょうどよく着れるようなサイズ感です。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてシャツですね。タグの方がこちらのタグになっております。でサイズ表記の方がちょっとこちら、ミディアム表記になっております。でボディがウールのシャツですね。でグレーベースに赤と黒のチェックが入っているパターンですね。すごく使いやすいかなと思います。手落としも特に大きなダメージなどは見られないです。でサイズがミディアムというところではありますが、そこまで縮みも出ていなくて、僕でもギリギリ着用ができるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれど6,800円に消費税になります。続いてこちらネルシャツですね。いいタグついております。ビッグヤンクのタグがついております。100% コットンでサイズ表記こちらだったんでしょうけどちょっと見えない状態になっております。そうですねミディアムぐらいの表記ですかね。で赤ベースに、青とこちらはちょっと黒ですかねのチェックのパターンです。程度としても特に目立ったところはなくいい状態です。でミディアムぐらいだとお伝えしたんですが、僕だとちょっと着丈が短くは感じますが、幅はしっかり着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段なんですが7,800円に消費税になります。続いてこちらデニムシャツですね。タグの方がこちらラルフローレンのサイズ表記 L 表記になっております。で 100% コットンのボディですね。デニムのウエスタンになるんですが生地、色味ですね。すごくいい色味になっております。なので縦落ちの感じとかがすごい線が入ってて、あんまり普通のデニムとかじゃ見られないような作りですね。でサイズもミディアムというところで、ラルフっていうところもあって、気持ち大きめですね。僕も全然着用ができるいいサイズ感です。こちらお値段の方が、こちら7,800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグの方がこちらアーテックスのボディです。サイズ表記の方はちょっとすいません読み取れない状態です。ただかなり大きそうですね。 XL はあるかなと思います。でラバーで、コーネルのプリントが入っているんですが、こういったところに気持ち小穴があったりはします。さほど目立つ感じではないですね。裏面は無地のタイプですね。XL はあるっていうふうにお伝えはしたんですけど、それ以上ありそうですね。幅がめちゃめちゃ大きいです。僕でもゆとりを持って着れますし、このサイズ感なんか女性が着てても可愛いのかなって思います。こちらでお値段ですね6,800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。チャンピオンのバータグでラージ表記になっております。70年代ですね。ネイビーボディにこちらフロッキーのプリントで3段入っております。いいですね。で程度として、目立ったダメージではないんですが、袖のところですね少し小穴があるっていう状態にはなってしまいます。場所が場所なんでそこまで目立つ感じではないかなと思います。L 表記っていうところではあるんですが、ちょっと縮みが出てるというところですかね。僕だとちょっとピッタピタのジャストサイズになるかなっていうところです。こちらお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットなんですが、タグがこちらの方ですね。サイズ表記はミディアムの表記になっております。90% コットンの10% レーヨンになっております。グレーボディで、すみません胸元に D のプリントがラバーで入っております。で背中にもですね D っていうプリントが入っております。気持ちシミ汚れが残ってるぐらいですね。でリバースタイプの作りになっております。でミディアム表記というところで、僕だとちょっと着丈は正直短いんですが、あえてチャンピオンボディじゃないというところも差をつけるにはいいかなと思います。お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてセーターですね。フィッシャーマンのカラーものです。タグの方がこちらになっています。サイズ表記は XL の表記ですね。アイルランド製のもので、濃いグリーンの色味ですね。で背中とかもこういった感じになっていて、特に目立ったダメージなどは見られないです。
この辺はやっぱ厳選して買ってきているっていうところもあってかなり綺麗ですね。でサイズがミディア、すみません XL っていうところですね。ただそこまで幅が大きすぎなくて形がいいかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもアラニットフィッシャーマンですね。タグがこちらの方になっていて、サイズ表記こちらはミディアムの表記になっております。こちらもアイルランド製の 100% ウールですね。で、クリーム色っていうかオフホワイトみたいな色味にネップで色が入ってるっていうところですね。でこちらに関しても特にひどいダメージなどは見られないです。で表記をミディアムっていうところで、こちらも結構形良さそうですね。女性が着ててもすごく可愛いかなと思います。こちらお値段の方が、こちら6800円に消費税になります。続いてリバースウィブの紹介です。こちら無地の目付きのタイプですね。タグがこちら90年代のラージ表記になっております。でパープルの色味にこちら目がついているパターンで、程度として特に目立ったダメージなどもなくいい状態です。少し色焼けがしてるっていうぐらいですね。リブも全然伸びてなくて、こういったところに気持ち色移りがしてるっていうぐらいです。サイズ表記が L 表記というところなので、僕もちょうどよく着れるようないいサイズ感です。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いても目付きのタイプですね。珍しい色です。タグがこちらも90年代、サイズ表記はミディアムの表記です。で黄色のボディにこちらの目がついているパターンですね。ただ全体的にですね、ちょっと映像で伝わりづらいかもしれないんですけど、この辺に少し汚れが残っている状態です。あとはところどころですね、ちょっと同系色って感じでそんな目立つ感じではないんですけど、ところどころ汚れが残っている状態です。この辺りもそうですね。ダメージっていうダメージは比較的少ない方かなと思います。ちょっと全体的に使用感あったりはするんですが、そこまで気にならないかなと思います。あとはこの辺ですかね。場所が場所なんでっていうところですかね。サイズがミディアムっていうところで、僕もそこまで縮みも出てないですね。ギリギリ着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段が15,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグはこちら、90年代刺繍タグで XL 表記になっております。でもこの辺でお気づきだと思うんですけど、この首元のリブですね、ちょっと状態が、少し裂けてるところもあります。グレーボディにこちら染み込みのプリント3段で大きく入っております。いいですね。首元の状態がそうなんですけども、袖の入り口とかもですね、結構擦れてるところはあります。背中に関しては無地のタイプですね。でサイズ表記が XL っていうところで、僕がゆとりを持って着れるような大きめのサイズ感です。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントもので、タグはこちらも90年代刺繍タグの XXL の表記です。でグレーボディにラバープリントでミシガンシンプルに入っております。ちょっとした汚れがこういった感じで残ってるぐらいですね。その他は特に目立った感じは見受けられないですね。でサイズも XXL っていうところで、僕はかなりゆとりを持って着れる大きめのいいサイズ感です。こちらお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちら赤ですね。タグはこちらも90年代刺繍タグの XL の表記です。で赤ボディにラバープリントでインディアナユニバーシティっていう風に入ってるんですが、これに関してはめちゃめちゃ程度いいです。多分ほんと 2,3 回洗ったぐらいだと思います。それもあって特に目立つ感じは見受けられないですね。でサイズが XL というところなので、僕は大きめに着れるいいサイズ感かなと思います。こちらお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらは、タグが90年代刺繍タグの XL 表記です。で青ボディですねが退色してこういったちょっとパープルがかってるっていう感じです。でラバープリントで3段入っております。ところどころですね、こういったところとか少し小傷だったりとかスレとあったりはするんですが、雰囲気としてすごくいいかなと思います。でサイズも XL っていうところなので、僕は大きめに着れていいサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら12,800円に消費税になります。続いていいですね、こちらタグが90年代刺繍タグの XL 表記になっております。グレーボディにこちら3段の染み込みプリントですね。
で状態としてもそんな目立った感じのダメージとかは比較的少ないかなと思います。でサイズも XL っていうところで、僕が大きめに着れる需要は多いサイズ感かなと思います。お値段の方が25,800円に消費税になります。パーカーを1着紹介します。タグの方が80年代トリコタグの L 表記になっております。で紐も残ってはいるんですが、このフードの入り口多少擦れてはいます。で目付けのタイプですね。でこちら、ポケットの付け根、特に目立った感じのダメージは見られないです。で袖口の入り口が多少ですね、こういった感じで気持ち擦れてるぐらいです。でバックは特に問題なさそうですね。でサイズも L 表記なので僕がちょうどよく着れるサイズ感になっております。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてジャケットですね。こちらタグの方がこちらにオーシャンパシフィックのタグがついております。サイズ表記の方がちょっとこちらですね、ラージっていう表記ですかね。こちらで、年代でいうと70年代頃のものになります。背中の方にも OP の刺繍が入っております。いわゆるスキージャケットですね。こういった目立った配色もすごく当時らしくていいかなと思います。で、ラージ表記っていうふうにお伝えしたんですが、ちょっと当時のその年代の特有もあって少し作り自体は小さめです。僕でちょっとサーマルとか中1枚薄めの1枚で結構ぴったりするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらでお値段の方が7,800円に消費税になります。ちょっと同じタイプのものもう1枚ですね。こちらもオーシャンパシフィックのタグがついていて、こちらサイズはミディアムの表記になっております。こちらも同年代ですね、70年代頃のものになっております。でこちらも背中に OP の刺繍入っていて、配色がさっきとは違って3色展開4色展開になっております。でこちら特にダメージとかも見られずいい状態ですね。こちらは先ほどのものより気持ち小さいですね。やっぱ表記なだけあって、僕だとちょっと、本当ちょっと着用自体難しくなるようなサイズ感ではあります。ただ物として珍しいですね。この年代のものが出てくるっていうのも。こちらもお値段7,800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのものになるんですが、タグがこちらの方ですね。サイズ表記はこちらミディアムの表記になっております。でもうパッと見で分かるとは思うんですけど、かなり作りが変わっております。カヤックみたいな感じの作りですね。それにフードがついてるタイプです。アジャスターもついていてかなりいいですね。でサイズがミディアムっていうところではあるので、幅はそこそこあるんですが、もう作り上着だけは短いものにはなっております。ちょっとやっぱ着方がこう難しかったりとかするんですが、かなり洒落てるアイテムかなと思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてミリタリーの方からこちらエクワークスのゴアテックスカモの紹介ですね。タグの方がこちらになっております。サイズがミディアムレギュラーの表記です。で96年会計のものになっております。で程度としてなんですけれども、めちゃめちゃ程度いいですね。これはそのゴアの状態もすごいまだ張りが残っている状態で、かなり綺麗な状態かなと思います。でサイズのミディアムレギュラーっていうところですね。かなり着れる方多いと思います。僕も気持ちゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらでお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらが、エディバーガーのデニムジャケットですね。タグの方がこちら80年代頃のタグがついております。サイズ表記の方がちょっと読めない状態ではあります。でブランケット付きのものですね。で状態として見ていきたいんですけれども、こちら胸ポケットのボタンの方がちょっと欠損しております。ただそれ以外は特に、問題になるようなところはなくて、あとは気持ちですね。この袖の入り口が擦れててちょっとしたダメージは来ております。で背中の方はこういった感じですね。特に問題ないかなと思います。サイズ表記あるとするとですね、結構大きめだと思います。44ぐらい46ぐらいの感覚で着れるのかなと思いますね。ブランケット付きなんでワンサイズ落とした感じでもいいのかなと思います。僕でも全然余裕を持って着れるサイズ感になっております。こちらでお値段なんですけれども7,800円に消費税になります。続いてこちらもデニムジャケットなんですけれども、タグがついてなくて、こちらはボタンの刻印ですね。101のものになっております。でサイズ表記もちょっとこちら見受けられないんですが、そうですね、実寸のサイズが36ぐらいですかね。
から気持ち縮んでると思います。でプラスブランケット付きのものになるので、もう少し実寸34ぐらいでちょうどいい方が着るのがいいのかなと思います。でジッパーがこちらのボータロンが付いております。年代でいうと60年代頃ですかね。でボタンが2ポケットのタイプです。で特にダメージとかも見られずいい状態かなと思います。でサイズが30、実寸34ぐらいの方がちょうどいいとお伝えはしたので、僕だとちょっと着用自体難しいんではあるんですが、単純にブランドとして物としてですね、かなり珍しい個体かなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらになるんですが、エスキモージャケットですね。タグの方がこちらの方ですねについていて、サイズ表記40のものになっております。年代でいうと60年代頃ですかね。でジッパーでも開閉もできるので、こちらの YKK のジップがついております。でこちらのボタンとかもかなりシャレが効いてますよね。すごいいいと思います。で中にもこういった風に入るのはかなり珍しいかなと思います。そして程度もですねめちゃめちゃいい状態です。特にファーとかの抜けもなくっていうところですね。でサイズも表記が40というところではあるので、僕もそうですね、真ん中そんな厚着しなければ全然着用は可能なサイズ感です。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてパンツですね。こちらリーバイスの519のコーデュロイです。で黒ですね、1558ってところです。ジッパーが42タロン使われております。で後ろですね、タブはレジスタンのみのものになっております。でこちらもコーデュロイの生地がめちゃめちゃ張りが残ってるんですが、股下は全く問題ないです。で裾付近に行くにつれてちょっと1点ですね、こういった小穴がありはします。ただレングス自体はオリジナルですね。で実寸のサイズがウエストが30インチのレングスが34インチです。現状レングスは長いんですが、コーデュロイなので、丈上げしてそこから履き込むというのもかなりありかなと思います。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちら501のカラーデニムですね。パッチの方がこちらです。501でウエスト34インチのレングスが30インチで、赤タブもしっかり残っております。で赤のカラーデニムになるんですが、程度はかなりいい状態です。また下もレングスに関してもこちらオリジナルですね。実寸のサイズの方ですね、ウエストが33インチのレングスが30インチ、気持ちウエストだけ縮んではいるんですが、このバランスすごくいいサイズ感だと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらブラックですね。こちら505になります。パッチの方がこちらです。ロットがあってウエスト36インチのレングスが32インチで、赤タブついております。でこちらは後染めのブラックですね。で紙タグも残っていてしっかりアメリカ製のものになっております。でこちらも程度見ていきたいんですが、これだけブラックの色味が濃いので程度も全く問題ないです。また下もレングスに関してもこちらもオリジナルですね。で実寸のサイズですね。ウエストが36インチ、レングスが31インチになっております。505でちょっとやっぱ細身っていうところもあるので、少し溜めて履くのもかっこいいと思います。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらはレギュラーのリーバイスなんですが、品番が505ですね。パッチちょっと表記は読めない状態になってるんですが、オレンジタブしっかり残っております。ジッパーに関してはこちらのリーバイジップがついております。で色味もまだまだ濃いですね。それもあって程度も特に問題ないです。また下もレングスに関してもこちらオリジナルでしっかり当たりも出ております。実寸のサイズの方はですね、ウエストが36インチ、レングスが34インチです。結構大きめのサイズ感になるので、逆にこの辺サイズ感少ないと思います。サイズある方はぜひですね。お値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらは501になるんですが、パッチのこちらですね。ウエストが38インチ、レングスが32インチの表記です。で赤タブはしっかり残っております。で若干なんですけれども、毛羽立ちもまだ少し残るような状態です。
こういったオイル染みとかはあったりするんですが、股下全く問題ないですね。レングスに関しても特に問題なくオリジナルのものになっております。実寸のサイズですね。ウエストが35インチ、レングスが30インチ、結構縮んでる個体ですね。このサイズはこのサイズでバランスよくて需要はかなり多いかなと思います。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてヴィンテージの紹介ですね。こちら D のストームライダーになるんですが、タグがこちらの方ですね。赤タグが使われていて 101LJ の表記です。サイズが34の表記になっております。でこちらピスもしっかり残っていたり、結構条件は揃ってると思うんですが、こちらブランケットですね、セパレートのものになっております。めちゃめちゃ珍しいです。でしかも袖もですね、めちゃくちゃいい色に仕上がっております。こちらもやっぱブランケット付きの本当特徴かなと思います。袖の入り口だけ気持ちすれてはおりますが、年代でいうとそうですね、このタグなので50差し掛かる、50年代差し掛かるあたり、50年前後だと思います。でただ背中ですね、こちらに、ちょっとステッチが入ってたような跡が見受けられますっていうぐらいですかね。ただサイズ34なので、僕は着用は正直難しいんですが、もうセパレートっていうだけでもうめちゃめちゃ珍しいです。本当にこちらサイズハマる方はぜひおすすめです。こちらお値段が25万8000円に消費税になります。続いてこちらがリーバイスのヴィンテージなんですが、505になります。ジッパーの方はこちら42タロンが使われております。裏面ですね、パッチも綺麗になくて赤タブの方も欠損はしております。当然シングルステッチになっております。で耳裏ですね、ちょっとすいません、裾切りっぱなしの状態で耳もついていない状態ではあるんですが、こちらシングルステッチのこちらもシングルステッチになるので、年代としては、ビッグイの年代で間違いないかなと思います。で状態としてですね、まずポケットの入り口ちょっとスレッドがあってっていう状態です。こちらの方にも小穴が多少あります。で股下ステッチの抜けなどは特に見られないです。で膝部分ですね、この辺のちょっとオイル染みとダメージっていうところです。こちらにもオイル染みがちらほら見受けられます。で裾が先ほども説明したんですが切りっぱなしの状態になっております。で先ほど説明しましたが耳なしです。で実寸のサイズですね、ウエストが29インチの、レングスコーンの切りっぱなしの状態で28インチになっております。この辺女性がなんかちょっとクラッシュに着こなすのもすごくかっこいいのかなと思います。もちろん入る男性ですごくいいサイズ感ですね。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらも品番505になります。ジッパーの方がこちらも42タロン使われております。で裏面ですね、パッチの方がこちらになっていてウエスト30インチ、レングスが32インチの表記です。で赤タブはこちらスモール E ですね、501で U66 前期と同じ年代です。で当然シングルステッチになっております。でボタン裏ですね、こちらの向きになるんですがちょっと見えづらいかもしれないです。5番になっております。でこちらも程度を見ていきたいんですけれども、まず、ざっくりですが色味がすごいいいですね。縦落ちが綺麗に入っていて薄ひげっていうところですね。で股下に関してちょっとした軽いリペアは入っておりますが全然まだまだ履ける状態です。でレングスに関してもこちらオリジナルのものになっていて耳はついていない状態です。で実寸のサイズですね、ウエストが30インチ、レングスが32インチで、パッチ通りですね。この辺は、身長高い方合わせるにはもってこいかなと思います。こちらお値段が35,800円に消費税になります。続いてマッコン出ましたね。めちゃめちゃいいと思います。こちら501のパッチは綺麗ないんですが赤タブびっくりです。当然シングルですね。しかもアーキュレートイエロープラスウエストもシングルステッチ V 字止めもしっかり入っております。でこちら、トップボタン裏がこの向きになるんですが6番の刻印になっております。でも毛羽立ちもすごい残っているっていうところでもう本当マッコンですね。もうそれもあるのでちょっと状態の説明は省きます。ただレングスはオリジナルです。いいですね。
で実寸のサイズなんですけれども、ウエストが33インチのレングスが27インチになっております。おそらくパッチが残っていて表記が読めるとしたら34ニックの表記なのかなと思います。オリジナルレングスでここまで短いものって本当に出ないです。ましてやこのマッコン、これはもう本当早い者勝ちだと思います。こちらでお値段の方が39万8000円に消費税になります。年末年始の方ですね、ベルベジンの方は、12月まず30日まで、30日の夕方頃までですかね、営業しまして、年始の方は1月2日の、2時頃を予定しております。そちらの方から、初売りという形で営業再開いたしますので、よろしくお願いします。